旦那は綺麗好きなんですけど、もう散らかったらもう散らかし放題で、もうゴミ箱がないんですよ。だからゴミ箱をまず作らないといけないなっていう。やっぱりお客さんも早くしなあかん早くしなあかんとか思っちゃったりするんで、このゲームはちょっとゆっくり時間かけて。でご自身もやっぱりそれでもやっぱちゃんと確認してもらって安心したって言ってたんで、そこは今回ちゃんと寄り添えて作業できたかなと。おはようございます。おはようございます。本日もよろしくお願いします。お願いします。とは言いつつ、一応もう作業は完了しました。完了しました。お疲れ様です。お疲れ様でした。で今回のお客様に関しては結婚を機に、お二人で住むことになったんですけど、生活に追われて、荷ほどきができないまま1年過ぎて、でそういう悩んでる時になんかお友達に、YouTube で EV っていうこういういい会社さんあるよっていうので紹介していただいて、この人らやったらいいかなっていうので見積もりも呼んでいて、で今回作業する運びになりました。ここに今お住まいになられてどれぐらいになる？1年ちょいぐらいです。狭いところから広いところから狭いところに引っ越してきて、で旦那も一人暮らし、私も一人暮らしやったんで荷物が増えてしまって、もうどっから手つけていいか分からなくなってしまったっていう形で。作業しててやっぱ思うのが、やっぱ不安な気持ちは絶対あると思うんですよ。なんかこういう業者さん知らん人来て、絶対ありますね。で先終わってからも言ってたんですけど、やっぱ昨日の夜とかすごい緊張したっておっしゃってまして、でもその緊張とかも吹き飛ぶぐらい本当にやってよかったっていう気持ちが嬉しいですね。でもなんか見ててすごい元気なね、前向きに掃除したいという方やったんで、今回も片付ける前片付けた後、すごいもともと元気な方やったんですけど、やっぱ表情とかもすごい終わってからすごい明るくなって、新しい生活頑張るぞっていうすごい覚悟があった片付けやったかなっていう、一緒に片付けながらの仕分けで片付けてほしいっていうことやったんで、もうちょっと時間はかかるかなとは思ってたんですけど、もういるいらないもともと分けてもらってたり、ある程度もう覚悟してこういうの出てきても新品やけど使ってないからいらんとか、なんかそこの判断がすごい早かったんで、僕らもすごい助かったかな。もう散らかってるのがすごく嫌で、ね、友達に聞いたら、いいとここういう掃除をしてくれるところがあるよって教えてもらったんで、その友達の紹介で。なんか YouTube とかも見て、そう YouTube 見てました。すごいなんか親切で丁寧だっていうのをその子が言ってたので、じゃあやってみようかなと思って。で今回その結婚入籍されたきっかけに、そうです。生活も一変して、そうです。もう一切合切処分して、そうです。綺麗にしてしまおうと。ですよね。なのでまた新しい生活に1年ちょっと経っちゃいましたけど、ここからまた新しいスタートをするように。もうそうですね。1年使わないでもう使わないし、また買ったらいいやと思って。じゃあもうそのね、新しいスタートを頑張って。いい生活スタートできるように。でも気持ちいい生活がしたいです。そうですね。ですよね。僕らもその綺麗に片付けて。よろしくお願いします。友達呼んで。友達呼んで、なんかたこ焼きパーとか焼肉パしようってみんな言ってくれてるんで。片付けていきましょう。よろしくお願いします。本日はよろしくお願いします。お願いします。でケイシンこっちの部屋やけど、この本棚を置いとくやつ、でこの中にしまうやつだから、この段ボール123、でその白いでその照明関係も全て置いとく。照明、で写真アルバム避けたけど、写真アルバム関係と、大事そうなものだけ、この新品やろうがもう使ってないからいらんってことやから、基本さっき言ったやつ以外は処分で。了解です。こっちはじゃあここも全く触らずで。わかりました。お願いします。新品のものだよ。新品のものだけ避けといてもらって、ここの一角いらないで、奥に避けてるやつだけいります。了解です。はい。お願いします。こっち一緒に。新品でこの半分ぐらい残ってるやつとか。こんなさっきのやつは。これが勝負。これで勝負です。こっちがまだちょっと残ってたりとか、新品のもの。
からいらないの。上ほうきとちりとりまた持って上がってきてほしいです。お願いします。ここ洗面台としては結構広い。広いですよね、めちゃくちゃね。やっぱなんか多分踏まえたら多分ここにで棚とか、ありますよね。作るかこの角でニトリとかやったらここに入るワゴンとかもあるから、洗剤とかこう置いていければ一番いいですよね。一通りはもう中身全部ちゃんと見てって感じですよね。そうですね。一応もうこの辺置いとくものも今さっき聞いたので、もうそれ以外はいらないってことなので、もう中身ちょっと確認しながらやっていきます。ここにいるやつはここなんで、ここに置いていきますね。それいります。はい、いります。北海道行った時に作ったやつ。なんかでもこれなんか入ってますよね。これあれや。私のやつです。これも旦那様の服ちゃいますかね。そうですね。新品のやつ置いときますね、じゃあ。置いといてください。ベッドがめんどくさいな。実はね、それ私のじゃないからな。そのやつは置いときましょう。置いときましょうか。置いときましょうか。今日ごと置いてていいんですか。それごと置いてください。結構じゃあ旦那様のものもいっぱいある。あ、そうですね。旦那のものも。私物持たない主義なんですよ。でここに。こっちはいらないです。袋入れときます。あ、そうですね。ここら辺もカラカラとした青いやつだけありません。青いの。これ。それだけもらいます。1年間の間でなんか片付けるとか変化とかってなかったの？いや、ここほんと段ボール6個ぐらいあったんですよ。それで家事をしようかっていうことで、それで片付けるだけです。何もできない。片付けて。整理整頓旦那得意なんで、やってくれるかなって一切やってくれなくて。はい。ビニールもいらなかったです。続けてください。ここも北海道の。いります。北海道の土産です。これ、これ全部言ってこれです。もう使ってるな。手にくりのグラスなんで。ここの分でいるものあったらまた言ってくださいね。もうこの辺もいい。いらないです。うち祝いのやつもじゃあ。うち祝いもいらないです。オッケーです。この段ボールがわからないんですよ。この上にあるやつはいらない。あ、それいらないです。これはあ、いります。服もいるんですね。その服いりますね。旦那は綺麗好きなんですけど、もう散らかったらもう散らかし放題で、もうゴミ箱がないんですよ。だからゴミ箱をまず作らないといけないなっていう。こっちはじゃあ一緒に片付けながらやりましょうか。そうですね。中々に確認しながら。こっちのお部屋は何が多かった？こっちはそうですね。多分置いてあった洗剤とか柔軟剤で、あとシャンプーとか、その辺の生活用品と、あとは衣類とか、布団とか、そのあたりが多いですかね。すごく細かいものがいっぱいあったりとかではないとかなんですかね。
いや案外その細かいのも多くて、あまあ、こういう段ボールとかにまとめてはくれてるんですけど、その中にこういう細かいものがあったりとかなんで、なるほど、そこは入念にって感じ。そうですね、比較的やっぱり新品のものとかが多かったんで、まあ、その辺もやっぱりこう新しい生活切るためにもういらないっていうふうに判断してたんで、まあ、その覚悟があったからこそやっぱこうやってスムーズに僕たちも作業終わることができたんかなと思います。定期的に届くやつとかも大変そうなんですよ。ダイエットの病院みたいなの通ってて、はいはい半日間。はい。それで毎月1袋くれるんです。入れいらないの判断はでもめちゃくちゃ早いです年金手帳あるんで年金手帳いる。さすがにめっちゃ好き。やっぱ意外とそういうところに入ってたり。なんか貴重品とかがたまに入ってるんでね、ちょっとお客さんの圧迫なるんでね、あんまり早くやりすぎると。見ながら。お風呂終わってるんで、はいあともうこことここなんですけど、奥2部屋はやっぱり妻と一緒に片付けするんですけど、今5人で生きてるんですけど、あんまりあっちに人が多く入っちゃうと、やっぱりお客さんも早くしなあかん早くしなあかんとか思っちゃったりするんで、まあ、この現場はちょっとゆっくり時間かけてやる現場なんで。お依頼さんの方もゆっくり見ていただいて。そうですそうです。なんか雰囲気的にはもうゆっくり見たいなって思ったんで、だったらもうここは時間かけていい現場、じゃあ次の現場でちょっと応援行って早く終わらす現場っていうのを分けようかなと思います。化粧品の新しいやつとかはもうちっちゃくて古いんで。じゃあすみません、ちょっと僕先出させていただきますので、あとはちょっとゆっくり片付けていくんで自分のペースでやってもらって大丈夫。はい、ありがとうございます。ます。はい。皆様のものでいうと衣服が多く感じ。衣服多いですね。小物、あと調味料好きなんですよ。なんか私が調味料好きで。さっきとかの一味とかありましたもんね。ゴミです。あ、これラッシュ系ですね。はい置いといてください。冷風機の箱どうします箱しってください。了解ですこれもいらないいらないです。綺麗に一個一個見てもらいながら、これいるこれいらないとかって言いながらしてもらえるところだったらもう思い切って頼んだ方がいいなと思います。まあ、一応ね片付けるにあたってそのいるいらない分けながらの作業の時って、やっぱりそれぞれのスピードはい。があって、今回すごいテキパキとそうでしたか分けていただいたのですごいスムーズにできてよかったです。僕らも本当にスムーズに作業できて楽しかったありがとうございます。トイレのカバーの新品出てきましたよ。それ入れます。はい、いただきました。そうなんですけど。
ここは何に使う予定なの？ここは何使うかな、こう彼氏の旦那のはい。ジムになる。ああ、トレーニングルーム。今結構いろんなのが出てきましたけ出てきましたね。ど、あれこれ見たことないなというか、自分のなんか新品多いな。新品多い。使ってないやつが結構多いですね。そうなんです。私買うだけ買って使わないこと多くて。買ったことにちょっと満足して満足しちゃって。なんかいつおろすかなみたいなんで忘れちゃうんですよ。そのままちょっとそのままにしてる。ままにしちゃって。カメラマン側から見てたあれなんですけど、いつもノブさんが気にされてる、こちらのスピードとお客様が確認したいスピードの天秤というか、今日はそれがちょっと取れていたなっていう。そうですね。そこら辺はなんか合いましたね。タイミングがガチッと。それですごいスムーズにできたし、でご自身もやっぱりそれでもやっぱちゃんと確認してもらって安心したって言ってたんで、そこは今回ちゃんと寄り添えて作業できたかなと思います。はい。でこれキッチンで。これも新品置いておきましょうか。こたつ用のやつです。はい。教えてください、製品は。コッペパンと。じゃあこれもう丸々いらない。了解です。物量多いかなと思ったんですけど、結構お客様のいるいらないの判断が早めというめちゃくちゃ早いですね。もう覚悟を決めて頼んでいただいたんでもうどうせやるんやったらもう一気に片付けたい。なるほど、もうご依頼いただいたんですね。そうです、そうです。見積もりの時点でご相談いただいてたんで。結構忙しい中で荷造りされた。忙しい中で両方とも仕事しながら荷造りしたんで、書いてさえいないんです。だから分からない。わからなくて。その上からもう分かんないから買うじゃないですか。買ってまた物が増えるっていう。これも多分調理用品。もう全部してやってください。そうですね。食べ物も入ってるんで。でも結構見届きをその1年半されてなかったはいはい。結構でも似たような境遇の方って他にもおられますよね。引っ越ししてやっぱそのまままた生活が始まるじゃないですか。はいはいはい。で引っ越しした当日で疲れるじゃないですか。その日ゆっくりして明日からやろうと思っても明日から仕事始まっちゃうんでそのままでもそんな感じでしたね。でやっぱりその必要なものを探す気力もないから結局買い新しいの買って同じなんやなみんな。この入れ物これ置いてきます。一人暮らししてたんですよ。はいはいはい。その時物価が3分の1やったんですよね。あね、50平米ぐらいに住んでて、はいはい一人で。あ結構じゃあ広いとこから持ってくるだけでもやっぱ荷物その時結構処分されました。そうそう、100キロぐらいしてますよ。それでもまだこの量なんで。お一人で住んでる時も結構片付けの苦手やったんです。そうでもないんですけど、なんかこの家とあれが合わないみたいで、自分が思ってる配置とか、配置が全然、なんか前の家のそのまま持ってきちゃったんで、はい合わないんですよ、サイズが。量も量も。まさかこんな服あるとはみたいな。生活はしやすくなる。そうですね。もうだんだん物置きたくない派なんで、はいはい。できるだけ物置かないようには。この丸々いらない。いらない。電気出てこなかったです。タオルの箱が出てき出てこなかったですね。て、電気も出てきてない。ね、出てこないね。やっぱご自身で片付けられる時ってみんな結構やっぱもったいないからって
上の方までギリギリまでギリギリにする。入れちゃうんですけど、その時やっぱ運ぶん大変やし破れたりするんで、一応多分作業時間で言うと3時間ぐらいは終えてみていかがですか？い。いやもうすっごいすっきりします。新しいスタート、はい、新しいスタート。友達も呼んで友達も呼んで、たこ焼きパーティーして、焼肉パーティーして。この1年間やっぱりその片付けたいっていう気持ちは気持ちありましたあったね。と思うんですけど、なんかどうですか、終えてみての感想って。いやもうプロに任せた方が良かったなって思います早いんでやっぱりですごい丁寧にやってもらったんですごく助かりました。なんかやっぱりその片付けご自身ではできなかったですけど1年間悩まれて、なんかその業者に頼むまでの気持ちとかってなんかありましたか？頼むの不安やなとかって。まあプライベートなとこ見せるんでね、それはありましたけど、でもやっぱプロはプロなんで、それはなんか安心できるところでもあるのかなと思ってました。片付けたい気持ちがあってもやっぱり気持ち的な問題だったり、まあ、仕事に追われてたり生活に追われてる方、なんかいざご自身でそういう片付けの業者頼んでみて、なんかアドバイス、その同じ境遇で悩まれてる方へのなんかアドバイスとか。そうですね、もう思い切って全部捨てましょうですね、やっぱり。また買ったらいいし、流行もまた流行りますし、短い時間でしてもらえるところだったらもう思い切って頼んだ方がいいなと思います。やっぱりね、そのみんなを呼んでパーティーしたいとか、そういう背景とか、なんか思いとか僕らも聞いてたので、なんか片付けていく様を見ててやっぱり早くパーティーできたらいいなとありがとうございます。パーティーしたい。行くって言ってました。なので、まあ、紹介していただいた方とかもね、はいまた今回の動画とかも見てもらえると思う。そうですね。これだけ綺麗にしてもらえたら、あとはもう汚さない、散らかさない、物を増やさない。物を増やさない。で、整理整頓ちゃんとする。そんな覚悟はありますね。頑張ってキープしていただけて、頑張ってします。僕らも嬉しいです。あんだけ満足してもらえたら僕らもやっぱり本当にやってよかったなと思いますし、なんかその反応を見るのがやっぱり楽しみやなって。やりがいがあります。なんか人の生活、人生に関われる仕事やなって、はい、あとはだからもうこの物を増やさない、はい、片付ける、整理整頓するって約束していただけたんで、そこを、頑張っていただく、まあね、自分のペースでそうですね、無理せずに、1個ずつやったら終わるからね、いつも言ってるように。そうなんですよ。1日1個出すだけ、1日1箇所片付けるだけでもやっぱ変わってくるんで、この動画も見て、また共感していただける方、スイッチ入れていただける方もいると思うので、入れてほしいですね、きっかけに。今回もご協力していただけてよかったです。本当にありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございました。